こんにちは。今週の IOG 地経学インサイトは、拡大版の IOG 地経学インサイトとしまして、ちょうど刊行されました戦略3文書の特集と題しまして、12月16日に発表された国家安全保障戦略、国家防衛戦略、そして防衛力整備計画、いわゆるこの戦略3文書の意義について、豪華メンバーで議論していきたいと思います。本日参加されるメンバーは、神保兼 API プレジデント、鈴木和人地経学研究所所長、大上貞正 API シニアフェロー、小木博人主任研究員、そして司会進行は API の研究主幹をしております、私、細谷雄一が進めたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、まず大きなところから見ていきたいと思います。神保さん、まず最初にぜひお伺いしたいのが、この、国家安全保障戦略、防衛大綱に代わって新しく今回、新しい名称で呼ばれました、この国家防衛戦略、そして従来よりも長い10年間を射程に入れた防衛力整備計画と。このいわゆる3つの文書、安保3文書、あるいは戦略3文書と言われますけれども、この3文書の整理をした上で、全体像として、神保さん、これまずどういう印象を持っておられるのか、簡単な評価、コメントをお聞かせいただいてよろしいでしょうか。はい。今回策定された安全保障関連3文書は、全体で100ページを超える、大変な力作でありまして、策定に関わられた皆さんに、まず敬意を表したいと思っております。で、この3つの文章は、日本のこの安全保障の戦略体系、そしてこの防衛戦略のあり方、そのための防衛力整備計画を、この論理的な一貫性を持って体系化しているという点で、高く評価できる文章だと思います。で、日本がどのような安全保障環境に置かれて、その中でどのような方向に日本が向かっていくのかということを示す上で、大変重要な文章になったというふうに思います。で、全体的な特徴として3つ挙げたいと思うんですけれども、第一は、この日本を取り巻く安全保障の厳しさ、これも従来から言われていたことですけれども、これに加えて、国際秩序の前提そのものがですね、厳しい挑戦にさらされているという認識を示したわけですね。で、この国家安全保障戦略は冒頭からこのグローバリゼーションと相互依存のみによって、国際社会の平和と発展は保障されないという、刺激的な文章から始まるわけですけれども、それだけこの国際社会の安定を保つ前提が崩れて、一方的な現状変更というのが思わぬ形で、起こってしまう時代に入ったと。だとすればということなんですが、相手のこの意図に依存した期待値みたいなものを下げて、相手の能力をしっかりと見定めて、ここに依存した戦略をどう立てるのかということをもう重視しなきゃいけないということが、今回の戦略のこう全体を貫く、私は覚悟のようなものだというふうに思っています。で、第2番目の特徴は、今回の3文書の主語が、あくまで日本が何をするかということに重点が置かれていることだと思います。で、これ日本の戦略だから当たり前かと思うかもしれないんですけれども、これまで結構、同盟国際関係、国際協調というものに結構な、分量を割いてきたことと比べると、今回、日本の外交、経済、技術、情報を含めたこの総合的な国力によって、日本が主たる責任を持って何をできるのかっていうことを、まずは最大限追求して、そこに多くの分量を割かれていて、それがひいては日米同盟や同志国との協力に相乗効果を発揮して、地域と国際社会に対して、プラスのこの環境づくりに役立つという、こういう論理になっているというのが2つ目の特徴だと思います。で、3番目はですね、この安全保障戦略と防衛戦略の目標を達成するべきこのタイムラインというものが明確になっているということにも特徴があると思います。で、国際社会が共存共栄していける環境を創出するということに関しては、一貫して続けていくわけですけれども、まずはこの厳しい安全保障環境の中で、日本とインド太平洋全体のこの抑止力を高めていくと。で、その中で5年後および10年後に必要とされる新しい戦い方と、そのための能力を提示するということが、今回の戦略の大きな特徴ではないかと思いました。
はい、ありがとうございます。神保さんは政府のヒアリング、あるいは、つい最近には ODA 新しい国際協力大綱の一者会議として、いろいろな形で、陰で今回の大綱策定を支える、あるいはいろいろ見てこられた立場におられたと思います。そういった意味で貴重な全体像を、まずは見取り図をお示しいただきました。前回の防衛大綱2013年ですから、ちょうど9年ぶりということになりますが、考えてみますと、9年前にはですね、戦争が実際に起こるという可能性、あるいは中国をめぐって日本が何らかの形で軍事衝突に巻き込まれているという可能性、これはある意味では遠く将来あり得るかもしれない。非常にその可能性は薄いと見られていたわけですけれども、実際にロシアは今、ウクライナで戦争をし、また台湾についてもかなり緊張が高まった、いろんな形でこの台湾に対する武力統一というものも指摘されることがある、こういった意味では、やはり安全保障環境、戦略環境が大きく変わった。さらに言うと、前回は安倍政権ができて、1年足らずで国家安保戦略、そしてさらには前回は防衛大綱を策定しました。ところが今回は9年という非常に長い時間が自民党政権の中であって、とりわけ2014年1月に新しく国家安全保障局を作りまして、今回おそらくそこで中心的に随分と時間を使って準備されたんじゃないかなと思います。非常に優秀な方々が、特に外務省、防衛省から集まって国家安全保障局で十分な時間をかけたということで、ある意味では優等生的な今の日本の安全保障脅威に対してどう対応したらいいかということに対しては、非常によくできた文章というのが、おそらく多くの専門家の方々のご意見ではないかなと思います。続いてですね、自衛隊、そして防衛省の中で長年政府の中枢で、この安全保障の問題、防衛問題に関わってこられました大上さん、そして小木さんにですね、ぜひともお話をお伺いしたいと思います。この3文書で示されたような脅威認識や防衛戦略の方向性について、例えば安保戦略では中国のことを最大の戦略的な挑戦と位置づけております。また、ロシアについては、中国との戦略的連携強化の動きも相まって、安全保障上の強い懸念として明記されております。こういった形で、脅威認識が記され、また防衛戦略の方向性が示された今回の文書、それぞれ政府の中枢の中で長年、その政府の政策過程を見てこられたですね、大江さん、小木さんにぜひご感想をお聞かせください。まず、大江さんからお話をお聞かせいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。今、神保先生、細谷先生からもありました通り、今回の3文書は、今日本が置かれている非常に厳しい状況にどうやって実効的にリアルに対応していくのかということを真剣に考えた結果の文書だと思います。その意味で、非常にその危機感があふれているなというふうに思っております。で、後ほどご説明しますけれども、防衛戦略にしても、防衛力整備計画にしても、非常に野心的な、挑戦的な計画、プログラムがたくさん入っておりまして、ある意味、本当に達成できるのか、前のめりすぎるんじゃないかという危惧を若干抱くほど、それぐらい踏み込んだ内容になっているというふうに評価をしております。で、もう一つは、従来のその国家安全保障戦略と防衛計画の大綱、それから中期防衛力整備計画というこの3つの文書を今般国家安全保障戦略、国家防衛戦略、そして防衛力整備計画という形に、戦略体系と計画体系を明確に分けて、ある意味アメリカに、整合するような形で文書を整えたということも非常に重要なポイントではないかなというふうに思います。また閣議決定はされなかったんですけれども、自民党の提言には防衛省においてアメリカの統合軍事戦略に該当するような文書の策定についても検討するということを要望されておりました。おそらく、討幕の中ではその統合軍事戦略にあたるような検討が私はなされていると思いますし、これは、ある意味公表できる版がなかなか難しいと思いますので、今後の自衛隊の戦い方の基本となる戦略ということを合わせてしっかり作ってくれているんではないかなというふうに期待をしております。
で、今、ご質問がありました脅威認識、それから防衛戦略の方向性についてですけども、安保戦略では中国を我が国と国際社会の深刻な懸念事項、これまでにない最大の戦略的な挑戦と表現をして、アメリカとの認識を一致させています。北朝鮮よりも先に記述して、中国が日本の安全保障にとって最大の課題であると位置づけたことは非常に適切であるというふうに思います。また北朝鮮については、ミサイル発射を繰り返し、7回目の核実験も間近と言われる通り、従前よりも一層重大かつ差し迫った脅威、そして、ロシアについては、インド太平洋地域において、中国との戦略的な連携強化の動きも相まって、安全保障上の強い懸念と認識しています。これらの脅威認識は、国家安全保障戦略を受けて策定される国家防衛戦略、あるいは先ほど述べました統合軍事戦略、さらには自衛隊の各種事態対処計画の基礎となるものなので、この脅威をいかに抑止し、対処するかという戦略と計画が練られることとなります。その意味で、非常に適切な脅威認識にあるというふうに感じております。また、閣議決定された戦略文書は公表されますので、それ自体が戦略的コミュニケーションの一部となります。非文書ではより直接的、具体的な脅威認識があろうかと思いますけれども、公表される文書として、適切な脅威認識だと考えます。また、防衛戦略は、相手の能力と戦い方に注目して、我が国の防衛能力を抜本的に強化し、新たな戦い方へ対応するとともに、一方的な現状変更を許さない意思の明確化によって抑止するという考えが基本にあります。今回の国家防衛戦略では、アメリカも認識する転換期、岐路の10年間、その中でも最も不安定とされる2027年までの5年間に、これらの脅威を顕在化させないことを重視をして、5年間で最大限の防衛力強化を実現すること、それ自体が防衛戦略だとの意識を強く感じます。端的には、日本が反撃能力となる長射程のスタンドオフミサイルを多種多数保有し、地域のミサイルギャップを少しでも改善することが主眼です。また、従来追求してきた多次元統合防衛戦略というこれまでの路線は踏襲しながら、7つの強化の柱で強靭な防衛力を一気呵成に構築するという非常に野心的な戦略だと評価をしております。ただ、この防衛戦略を実践していくにあたって注意すべき事項を3点ほど挙げたいと思います。まず防衛戦略とその裏付けとなる防衛力整備計画は非常に野心的で、予算はもちろん適材適所の人材確保、技術的課題の克服、省庁間の縦割りや国と地方の横の壁の打破など課題が山積しています。優先順位をしっかりと見極めつつ、必要があれば柔軟に計画を見直し、とにかく実現することに国を挙げて取り組む必要があります。2点目は、やはり強化した防衛力でいかに脅威を抑止し対処するかという理論が必要です。新しい戦い方にどう対応するのか、台湾有事をいかに抑止するのかなど、統合軍事戦略で練られたであろう上積みを、例えば、セオリー・オブ・ディナイアル・デターランス、拒否と抑止の方程式のような形で打ち出していただきたいと思います。10年後の目標には、より早期かつ遠方で侵攻阻止排除とあるので、これを肉付けしていくことだと思います。最後に、日米同盟のより緊密な調整が不可欠です。反撃能力の運用は、日米、そして関係するパートナー国と共通の方針の下で行う必要があり、目標選定から役割分担、タイミングなど、これまで以上に一体となった指揮統制システムが要求されます。トマホークの取得もそれが前提になると思います。統合防空ミサイル防衛 IAMD についても同様ですので、同盟調整メカニズム ACM の枠組みを使って日米の新たな防衛戦略を遂行する日米共同指揮統制体制を目指す必要があります。その意味で常設の統合司令部司令官の
設置は不可欠だと考えております。以上です。はい。大江さん、体系的な大江さんのお考えお伝えいただきまして、ありがとうございました。続きまして、小木さん、防衛省の中で長年、この安全保障問題、防衛問題に携わってこられました。今回、文書、どのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。よろしくお願いします。はい、細谷先生、どうもありがとうございます。まず全般についてなんですけども、私も大江さんのコメントと同じでですね、これほどまでに内容が濃く重厚で、さまざまなアイテムが盛り込まれた文書っていうのは、過去類を見ないものだと思います。その意味で、これをですね、今後まさにその実務化、実務レベルで実施していくということの宿題といいますか、その規模が非常に多くて、大変だなと。いうのが率直な感想です。その上でですね、まず脅威について申し上げますと、今回の3文書で、脅威っていうのが能力と意図の組み合わせで顕在化するというふうにした上で、その意図が不透明であると。常にその素地が存在するということを前提として、相手の能力に着目して、自らの防衛力を構築するというふうに記述したということは注目に値するというふうに思っています。振り返ってみますと、一番最初の昭和51年の防衛大綱が、デタントの中での脱脅威ということを前提とした基盤的防衛力構想、これを掲げておりました。それとの対比でですね、今回、いわば相手のその能力に着目して、それに対応していくというような防衛力を構築するというふうに、述べたということは、非常にこれまでの流れからするとですね、画期的だと思います。そうすると、脅威認識の書き方というのが重要になってくるんですけど、先ほどもありました通り、中国について、最大のですね、戦略的な挑戦だというふうに位置づけております。これはですね、脅威と名指ししないまでも、日本のその安保防衛にとって、最優先で念頭に置いて、その防衛力強化に取り組むべき相手というのが中国であるということを記述したということだと思います。これは抽象的な表現ではあるんですけど、防衛資源の配分のですね、今後のその優先順位の基礎となるというものだと思ってまして、今後のその防衛力整備への影響というのは大きいんだろうなというふうに考えております。でそれから防衛戦略のコンセプトなんですけど、まず指摘できるのがですね、従来のその防衛大綱にあった〇〇防衛力っていうような、新しい防衛力のコンセプト、キャッチフレーズというのが、今回ほとんど見当たらないというところなんですよね。これ、実質的にその戦略文書が5年ごとに最近、改定されてきてますので、その度ごとに新しくその、キャッチフレーズをですね、作るということに、実質的な意味がないんじゃないかというような判断だったかもしれないんですよね。ただ、やはり、それはそれで妥当なんですけど、一方で、その防衛力が目指す、方向性、コンセプトが、明確な形で言語化されていないというところが、若干ちょっと弱いのかなという印象を持っております。それはやはり、その反撃能力、相手の領域の中で行使するその自衛隊の能力というのがコアなんですけど、ここに若干その重点が置かれすぎたというところが背景にあるのかなと思っています。ただやはりこの文章の中でですね、重要なそれに当たるような表現というのはありまして、先ほども大江さんからあったんですけど、おおむね10年後までにより早期かつ遠方で侵攻を阻止排除できるようにするという目標が掲げてられております。私としては、これが一番重要な記述だと思うんですね。で過去の政府の国会答弁を見ますと、その専守防衛の定義の中に、受動的な防衛戦略の姿勢っていうのが入っております。で、この定義の中にはないんですけど、昭和の時代の答弁にはですね、この受動的な防衛戦略というものが何なのかという説明の中で、もっぱらその我が国の国土、およびその周辺において防衛を行い、侵攻してくる相手をその都度撃退する、その都度こう排除していくっていうような、就職がついている時代っていうのがありました。これを踏まえると、やはり原則としてこれまで日本の防衛というのは、日本の領域と、それから公海上で武力攻撃の排除、その都度ごとに行っていって、他国の領域では原則としてはやらないんだよというような立て付けをですね、維持してきたということだと思います。つまり、領土防衛をいかに延長するかということだったと思います。
それを、相手の領域を含めてですね、より早期かつ遠方で侵攻を阻止排除するというコンセプトに、いわば変更、修正したのが、今回の3文書の客観的なですね、これまでの、防衛の歴史的な経緯からしますと、一番の大きな特徴なんだろうなというふうに思っております。はい、以上でございます。はい、小木さん、重要な点のご指摘をありがとうございました。それでは続いて、鈴木和夫さんにお伺いします。鈴木さんは科学技術政策や宇宙政策の専門として、これまでいろいろとご研究されてこられましたけれども、そういった観点から今回の3文書をご覧になられまして、新興技術や宇宙、サイバー、電磁波など、新領域に関する記述というもの、これについてどのような印象を感じておられますでしょうか。はい、ありがとうございます。この今、神保さん、大上さん、それから小木さんがお話しいただいたような、今回の新規性、今回の3文書が持つ新しさっていうものは、実はこの技術の分野ではあまり見られないっていうのが一つの結論かなというふうに思います。宇宙、サイバーに関しては、2013年の戦略、国家戦略、国家安全保障戦略の中でも取り上げられてましたし、また2018年のですね、防衛大綱の中でも新領域として、宇佐電と言われる宇宙、サイバー、それから電磁波というのが、含まれていますが、今回出された国家安全保障戦略で見ますと、電磁波についてはほとんど触れてなくてですね、新興技術、例えば AI ですとか、バイオですとか、ロボティクス、そういったものについても、もちろんドローンですとか AI っていうのは若干触れられてはいるんですけれども、ある意味、なんていうんですかね、おまけ的なというか、かなり体系的に組み込まれたという形にはなっていないと。で、防衛力整備計画のところに行きますと、この電磁波の問題なんかでも、具体的にさまざまなことが書かれてありまして、例えばそのレーダー妨害能力ですとか、その電磁波における、いわゆるこれは新聞なんかでも話題になりました、スタンドインジャマーという遠隔地からですね、この脅威の外からこのジャミングを行うというようなものですとか、電波探知機の艦艇だとか、哨戒機、そういったものを整備するというような、具体的な話はいくつか出ているんですけれども、戦略全体の中にどう組み込まれるのかということは、実はあまり明確になっていないというのがポイントでありまして、宇宙サイバーについては確かに触れられてはいるんですけれども、宇宙サイバーの論点に関してはですね、サイバーの問題についても、また宇宙についてもですね、これまでのものの、やや延長に近い。ただ、中身を見てみますと、非常にある種積極的なところもあって、例えば、宇宙ですと、衛星コンステレーションのこの構築ですとか、民間企業との協力、JAXA との協力、それから、SDA という、いわゆる宇宙領域把握ですね、こういった問題についての言及はなされていますが、例えば防衛力整備計画の中でも、いわゆる偵察能力に関しては、今、政府内閣官房が持っている情報収集衛星ですとか、民間衛星を活用した宇宙領域からの情報収集能力という形で、自衛隊が積極的にこういう情報収集を宇宙から行うということは書かれていないんですね。で、そういった意味での、なんていうか、ある種の期待があった部分が、そこは踏み込んでないという点では、これまでの部分と、大きくは変わっていないのかなというふうに思われるところもあるということが言えるかと思います。また、サイバーに関しては、サイバーのこのサイバー攻撃が発生した場合の被害を防止するために、能動的サイバー防御っていうのを導入する、いわゆるアクティブディフェンスと言われるものですけれども、この、被害を阻止するっていう、こういう発想は今まで、ある意味では、どちらかというと、先ほどの受動的防衛っていうのと近いんですけれども、相手が攻撃してきたものをとにかく排除するっていうことはこれまでやってきたわけですが、能動的にこの、そのサーバーの、
他のですね、このサーバーに対してですね、事前にこの準備をしておく。もし、この何かがあった場合、未然にこの侵入し無害化できるような権限を付与するというような形の話が出てきているというのは、大きな転換点だと思いますが、これらの、いくつかのですね、テクニカリティというか、大きな流れ、こうした具体的ないろんな提案と、比較しますとですね、全体としては、やはりこれまでの持っていたこのコンセプト、サイバーに関しては、受動的から能動的っていう大きなコンセプトの変化はあるんですけれども、宇宙電磁波についてはですね、ややこれまでの延長、そして、電磁波に関しては、先ほど見ましたように、この全体のこの戦略の中に、やや組み込まれてないという意味で、この、技術の問題と、この技術を戦略的にどう使っていくかというところに関しては、まだまだ課題が残ったのかなというふうに感じているところです。以上です。はい、鈴木さん、ありがとうございます。サイバー等の領域については、革命的な変化がないという一方で、アクティブサーバーディフェンスのような、ミサイルも同様だと思います。向こうから攻撃してきたのを待つだけではなくて、より能動的、積極的な対応が必要である、そういった危機感というものが様々なところで見られたのかもしれません。今の点にも関係してございますけれども、これからですね、今度は、今回の防衛3文書、戦略3文書で、特に注目された重要なポイントについて、いくつか取り上げて、皆さんにお話を聞ければと思います。まず、神保さんにですね、今回の3文書の中で、とりわけ注目されたのが、反撃能力という概念でございます。この反撃能力の行使について、この3文書の中で、どのように位置づけられていたのか、そして、その抑止上の意味は、どのように捉えることができるのか、そして、この問題について果たして十分に必要な能力というものが今回の文章に盛り込まれているのかということ、そして、先ほど大江さんのお話もありましたけれども、米軍とどのように共同して提携していくのか、共同で運用ができるのか、これはすべて難しい重要な問題だと思います。この点についていろんなところですでに神保さん発信しておられますけれども、この反撃能力についての今回の3文書の中での位置づけ、神保さんのお話、コメントをお聞かせいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。今回の戦略策定で大きな焦点となったのが反撃能力。以前は敵基地攻撃能力と呼ばれていた概念ですけれども、この能力が導入されたことだと思います。で、文章の中では、この反撃能力こそが我が国への侵攻を抑止する上での鍵だという位置づけになっているわけですね。で、先ほど小木さんから解説があった通りなんですけれども、今回の防衛戦略の転換の核となっているのは、日本がこの近接防衛だけではなくて、よりこの遠方の広域地域においても打撃できるという能力を将来的にこの日本が持っていくということだと思います。で、反撃能力というのはおそらくその中に相手領域において有効な反撃を加えるという能力として位置づけられているということなので、この広域防衛、広域打撃能力という全体があるとすると、その中に含まれる概念という理解をすると、分かりやすいのではないかというのが私自身の解釈ということになります。だとするとなんですけれども、この戦略文書の中には、よりこの全体としてのこの広域防衛をどう位置づけるのか、10年後の能力として記載されている、より早期かつ遠方で侵攻を阻止、排除できるように防衛力を強化するということが、日本全体の戦略としてこれは何を意味しているのかということを示すべきなのではないかと、これは今後の課題になるのではないかということを私自身は強く思っています。その上で3点ほどこの反撃能力、そしてこのスタンドオフ防衛のこの拡張ということに関する課題を申し上げたいと思います。で、第1はですね、このスタンドオフ防衛の概念がまだ限定されすぎているのではないかというのが私自身の問題提起です。で、特にこの
2027年までのこの目標が、あくまでこの島しょ部を含む我が国に侵攻してくる艦艇や上陸部隊等に関して、この脅威圏の外から対処する能力というふうに書いてあるんですけれども、これはいわばこの2020年12月の閣議決定で、まさにこの離島に島しょ部に向かってくる敵および上陸した敵に対して脅威圏外遠くから撃つという、領域防衛の延長線としての考え方ということになるわけですよね。でところが先ほど大上さんからのお話にありましたように、まさにこの5年をどのような形でその安定した環境を作れるかというところが非常に多くの鍵ということになり、またその間に日本は、トマホークミサイルの導入も含めて、日本の中で実態としてはですね、この攻撃打撃能力の整備が徐々にこの進む5年間ということになるのではないかと思います。だとすれば、この狭い島しょ防衛を超えた広域防衛をどうするかということを積極的に定義する必要が2027年までの段階においてすでにあるのではないかというのが、これが1点ですね。で、2点目は、この反撃能力と今回定義された能力の概念が、やはり限定されすぎていると私は考えています。で、この3文書に定義された反撃能力は、いわばこの北朝鮮を念頭に置いたミサイル阻止能力であって、で、この弾道ミサイル防衛をこの補完的に位置づける能力として規定されているということが、ミサイル攻撃の際にとか、ミサイル攻撃等という時に読める読み方だと思うんですね。でところが3文書からですね、この本当に北朝鮮の固定目標を打撃するための作戦概念や装備計画がこの本格的に整備されていっているのかということを読み取ることは結構難しいというふうに思っておりまして、そのためのこの優先的な資源配分がなされているということも読み取りにくいわけですね。あくまでこのスタンドオフ防衛能力を援用することによってというふうに書いてあるわけです。だとすると、この反撃能力の中で目指されるべき能力というのは、むしろもっとより広いシナリオの中で捉えるべき概念だったのではないか、そもそもというふうな私は気がしておりまして、そこをよりこのスタンドオフ防衛能力とこの反撃能力との関係性というものをしっかり整理していく必要があるだろうというのが第2番目です。そして最後になりますけれども、このスタンドオフ防衛による広域防衛をこの日米同盟のこの共同作戦の中でどう位置づけるかっていうのがやはり大変重要です。で、この状況的には、この日本が安保法制の中でこの規定した存立危機事態の中で限定的な集団的自衛権を行使する場合に、このスタンドオフ防衛というものは日米共同作戦の中でどう位置づけるんでしょうかと。で、具体的にはこの台湾有事の際にですね、日本がアメリカとともにこの中国の艦艇や揚陸艦などを一緒になって攻撃するというような、こういうシナリオの中で位置づける概念として、我々はその日米共同作戦を位置づけていくのかということについても、これは今後の日米の協議、そしてもしこの日米防衛協力のガイドラインを本格的に見直していくというときに議論されるべき内容かと思いますけれども、いずれにしろ、このスタンドオフ防衛と反撃能力という概念は、これだけの広がりを持ち得る概念として、今後も議論を深めていかなければならないと思っております。はい、神保さん、ありがとうございます。反撃能力という非常に難しく、また誤解も招きやすい報道のレベルでもですね、なかなかこの捉えどころがないこの概念について、神保さんから相当丁寧な形でご説明をいただきました。ありがとうございました。続きまして、今度は大上さん、小木さんにお伺いします。今の神保さんのお話にも関係してきます。具体的に、この反撃能力、どのように実現していくのかということ、先ほどの神保さんのお話の中でも少し触れておられました。この新たに導入する装備品や部隊などについて、どういうところに注目したらよいのかということで、例えばスタンドオフ能力であるとか、さらには無人アセット等の、こういった防衛力を強化する上で7つの柱というものが考えられております。これらについて、実際の防衛政策に携わっておられた小木さんと大上さん、それぞれお話を伺いたいと思いますので、まずは小木さんの方から
大江さんの方から、失礼しました。大江さんの方からぜひお話をお聞かせください。お願いします。はい、ありがとうございます。神保さんの方から反撃能力について詳しく、解説をいただきました。私も地形学インサイトのページ、特集ページに反撃能力についてフォーカスした記事を、書いておりますので、そちらもぜひご参考にいただきたいなというふうに思っております。神保さんご指摘の通り、非常に分かりにくいんですよね。で、分かりにくい理由は、例えば専守防衛との関係ですとか、あるいは、スタンドオフ防衛能力と反撃能力とがよく、ごちゃごちゃになってわからないだとか、あるいはミサイル攻撃対象の狭い文脈の中でしか説明されてないといったことがあるんだろうと思うんですけども、この反撃能力で一つ明らかになったのは、従来、敵基地攻撃能力、あるいは削減地攻撃能力というふうに言われていたものは、最初に相手の防空網を叩いて、それから戦闘機、攻撃機がパッケージとして相手の基地を叩くと、こういうストライクパッケージのイメージがあったんですけども、今回追求するのはそれではなくて、長射程のミサイルだということが明確になったわけなんですね。なので、この長射程のミサイルを多種、多数保有をして、中国とアメリカ、日本とのそのミサイルギャップを埋めていくと。で、そういうポスチャーを作っていくということで、抑止、あるいはその軍事バランスを回復していくということが非常に重要なのではないかなというふうに思っております。で、10年先を見通したときに、先ほど神保さんの方からご指摘のありました、より遠方において早期、侵攻勢力を撃破するという、もうちょっとその幅広い反撃能力といいますか、攻撃能力ということを考えた場合に、それだけで本当にいいのかという議論は多分出てくると思いますので、これは適時、新たに入手できるようになった技術ですとか、そういったものを導入しつつ、見直していくということが当然行われると思いますので、そういった柔軟な対応も必要ではないかなというふうに思います。いずれにしましても、スタンドオフ能力と言われている1蓋 SSM、あるいは極超音速滑空弾ですとか誘導弾、これはまだ開発段階ですし、技術的なリスクも非常に高い装備品になりますので、まずは F35 のジョイントストライクミサイル、あるいは F15 の JASM といった、もうすでにある程度その成熟した長射程のミサイルをですね、確実に取得をして、少しでも早く運用体制を確立していくことが重要ではないかなと思います。でもう一つは、この反撃能力の運用にあたっては、統合的な一元指揮統制の下で行うという一文が入っているんですけども、今まで自衛隊は相手の領域において作戦をするということを考えてこなかったんですね。どういう目標をどういう役割分担で、どういう優先順位で、どのような手段で叩くかといったようなことは、基本的に今まで考えてきませんでした。進行してくる相手の戦弾ですとか航空機、これを受動的に発見をして、できるだけ早く叩くと、そういうドクトリンだったわけなんですけれども、これからは能動的に相手のその領域における優先順位の高い目標を識別をして、評価をして、そして優先順位をつけて、こちらから無力化していくと、そういうドクトリン、あるいは指揮統制、運用、それらをつなぐ C4ISR、そして一番よく言われるターゲッティングですね。移動目標を含む動態情報をしっかりと収集をして、気を失せずに目標アサインをして、戦力を施行すると。こういったループをできるだけ早く回していく必要があるんだろうと思います。これは非常に難しいことですので、今までアメリカと一緒になって弾道ミサイル防衛というシステムを作ってきました。このベースをしっかりと利用してですね、新しいその IAMD、および反撃能力を運用した総合的な日米共同一体となった指揮統制体制を作っていく必要がやっぱりあろうかと思います。
これが非常に重要なポイントではないかなと思います。それから無人アセットなんですけども、航空自衛隊の OB として、非常に忸怩たるところがあるんですけども、非常に航空自衛隊はじめ自衛隊は無人アセットの活用が遅れています。そういったことで今回の防衛戦略、あるいは防衛力整備計画でかなり踏み込んで、この無人アセット能力を活用するということが打ち出されました。これは大きな進歩だと思います。しかしながら、その部隊編成ですとか、あるいはその無人アセットとその有人アセットの組み合わせをどういうふうにしていくのかといった、ある意味、その具体的な運用に関わる部分というのは、あまり明確にはなっていません。でこれは、無理もないことで、今般のその防衛戦略、あるいは防衛力整備計画というのが、先日の16日、12月16日の閣議決定、初めて決定された、オーソライズされたということですので、現役の書官が、それに向けていろいろ関係資料を集め、議論し、そしてまた研究開発の見込みですとか、装備品の生産能力ですとか、あるいは防衛産業のさまざまなキャパシティ、こういったものも踏まえて具体的に考えるということがまだまだこれからのことだろうと思います。でそういう意味で、今回のその防衛力整備計画は今までの防衛大綱あるいは中期防衛力整備計画のように具体的に幕僚作業をしっかり積み上げて実行可能性を確認しつつ踏まえた上で作り上げた計画という緻密なものではないと思います。なので、上からこういうその方針を示されて、それに向かってどうやったらその目標を達成できるかということを今後、みんなでこう寄ってですね、しっかりと考えていかなければいけない、そういうことなのかなというふうに思っております。最後に航空自衛隊のお話で恐縮なんですけども、防衛力整備計画の一番最後にですね、10年後の部隊の将来体制が書いてあって、でそこに中2で戦闘機部隊および戦闘機数については、航空戦力の量的強化をさらに進めるため、2027年度までに必要な検討を実施し、必要な措置を講じる。この際、無人機の活用可能性について調査を行うと、非常に慎重な書きぶりになっております。でこれはある意味、例えばアメリカで、今開発されておりますネクストジェネレーションエアドミナンス、これも有人機と無人機のチーミングを基本とした、装備体系になっているわけですね。それから今般イギリス、イタリアと共同開発することになりました F2 の後継機、次期戦闘機、これも基本的には有人機と無人機をベストミックスという形で、運用すると、そういうコンセプトのもとにあります。しかしながら、まだそのミックスの割合ですとか、あるいは有人機、無人機の役割分担、プラットフォームをどのように配置していくかといったようなことについては、まだまだこれからしっかり検討していかなければいけない部分があろうかと思いますので、ここの部分は2027年度と書いてますけれども、できるだけ早くそういったことを検討し、調査をした上で、目標を定めてですね、無人機の能力を活用できる体制を作っていっていただきたいなというふうに思っております。私からは以上です。はい、大江さん、ありがとうございました。続いて、同様の点について、小木さんはどのように受け止めておられますでしょうか。はい、ありがとうございます。私もですね、先ほどの神保さんがおっしゃったことと、今の大江さんのコメントに100% 同意しまして、あまりもはや付け加えることはないんですけれども、まず少しだけ申し上げますと、先ほど大江さんからもあったんですけれども、その情報収集能力、それからその目標のそのターゲティング能力ですね、これ衛星のコンステレーションですとか、無人機を活用してやっていくというようなことも記載されました。これはある意味、長射程のさまざまなミサイルをですね、開発、取得していくこと以上に、
一番重要なことだと私は思っています。ウクライナ戦争でロシアが非常に先進的なですね、長射程のミサイル、この能力を持っていたんですけれども、にもかかわらず、その効果がですね、大して上がっていない。あるいは、狙っているのかどうかわからないんですけど、民間施設への誤爆みたいなことも非常に起こったと。いうことの一つの原因として、彼らのそのターゲティング能力ですね、これが非常に低かったんじゃないかというふうに指摘されておりますので、ここについて非常に踏み込んだ表現になっているということは評価してしかるべきなんだと思います。それから先ほど大江さんからもありましたけど、これまで空自のですね、グローバルホーク部隊、これだけが基本的には大きな自衛隊の無人機部隊だったわけですけど、それに加えてですね、陸上自衛隊、海上自衛隊も無人機部隊を創設するというような方向性っていうのは評価されるべきなんだろうと思っています。で、それに対して、やはり若干私が気になっているのは、これだけいろんな新しい能力をですね、強化していくというふうな方向性になっているにもかかわらず、その具体的なですね、その能力を有する部隊の整備規模っていうのが少なすぎるんじゃないかなというところが私の懸念としてはあります。防衛力整備計画に、先ほど大江さんから言及があったんですけど、別表3という一番最後の地味な表がありまして、この表自体なくすべきだっていう方もおられるんですけど、今後10年の部隊編成の見通しをパブリックに見せる意味では、非常に意義があるものだと思ってまして、ただ、ここの中で特にスタンドオフミサイルですとか、無人部隊のですね、規模が少なすぎるんじゃないかなという印象があります。例えば、陸上自衛隊で今、12式地対艦誘導弾を装備する部隊が5つ、地対艦ミサイル連隊というのがあるんですけど、これに、いわば2つ、新たにスタンドオフのですね、能力向上型の12式を装備する部隊を2つ加えるということなんですけど、もともとその5つの地対艦ミサイル連隊っていうのは、南西防衛のために積み上げられていたものだと思いますので、その規模に比してですね、能力が伸びたミサイルを装備した連隊がなぜプラス2つでいいのかというところがちょっと疑問にあります。同様にですね、島しょ防衛用の高速滑空弾部隊っていうのが2個大隊整備する方針になってるんですけれども、これもですね、先ほどの鈴木さんの話とちょっと似てくるんですけど、前回の防衛大綱、30大綱ですでに示されている方針なんですよね。ここがなぜ強化していると言いながら、部隊の整備目標が変わっていないのかというところが非常に気になっております。で、無人部隊もですね、空自のその部隊に加えて、陸自で1個、海自で2個、無人機部隊を作ることになってるんですけど、この3個、だけに今のところとどまってるんですよね。で、それに比べて、既存のその部隊のスクラップ&ビルドっていう方針自体は防衛戦略に書かれてるんですけど、実際に見ますと、依然としてその大規模なそのレガシー部隊の見直しっていうのが、行われていないという状況があります。陸上自衛隊で言いますと、15個師旅団があるんですけど、沖縄の15旅団のですね、師団格上げっていうのは重要だと思うんですけど、その他の14個師旅団すべてを機動運用部隊とすると。そのうち7個はもともとその地域にべったり張り付いてテロ対処とかを行う地域配備部隊だったんですけど、それも含めてすべて機動運用部隊として整理することになりました。それがその理由が何なのかというところの説明がない状況なんですよね。だからこういうことを踏まえますと、今回の防衛力整備計画というのは、新しくどんどん強化していくっていうところは、それはそれで伸ばしつつ、ただその前提になるような従来の部隊の、課題ですとか問題っていうのは、あまりそこまで、見直しに触れられていない、そういういわば二重構造が維持されているというようなふうに私としては捉えておりまして、当然、その開発中の部隊、装備品を装備する部隊でもありますので、いきなりそんなに増やしてはいけないという事情はあるとは思うんですけども、今後10年の計画になるわけですから、今後もですね、不断にその内容を見直していくという必要があるんじゃないかなというふうに私としては思いました。はい、小木さん、ありがとうございます。
それでは最後の質問になります。鈴木さんにはですね、経済安全保障についてぜひお話をお聞かせください。今回の3文書ですね、当初から、岸田総理もこの経済安全保障というものも含まれるということも示唆しておられました。今回の3文書の中で、経済安全保障政策について、どのように注目しておられるか、どのように受け止めておられるか、これについて、鈴木さんのお話をお聞かせいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。まさに地経学研究所としてですね、この、経済安全保障がこの安全保障戦略の中に組み込まれたというのは非常に大きな転換点だと思いますが、ちょっと経済安全保障の話に入る前に、今、大江さんと小木さんが触れられたターゲティングの話、長射程のミサイルの話なんですけれども、小木さんは衛星によるターゲティングっていう話をされたんですが、実はそれちょっと誤解があると思っていまして、確かに、国家安全保障戦略と国家防衛戦略の文書の中では、コンステレーションを積極的に取り入れみたいなことを書いてあるんですが、これ、防衛力整備計画の方を見ていきますと、コンステレーションを構築するのは、ミサイル防衛のいわゆるこのターゲティングじゃなくて、探知、それから追尾に関するもので、インカミングミサイルを探知するためのコンステレーションという位置づけになっておりまして、ターゲティングではないんですね。ターゲティングに必要な情報収集に関しては、先ほども言いましたけれども、情報収集衛星および民間衛星等を活用したということになっていまして、実はあまりこのターゲティングの話は、自らのアセットを使うという格好になっていないというところに私は実はちょっと心配をしていまして、実は今、ロシアがこのウクライナ侵攻してますと、民間衛星はお金になるので、そっち側の写真ばっかり撮っちゃうので、実は民間衛星の、撮像能力っていうのが、例えばこの東アジア周辺の撮像能力っていうのはどんどん落ちてるっていうのが現状で、お金出しても買えないっていう状態になってるんですね。ですから、民間衛星に頼ることが果たしていいのかっていうのは、これ大きなクエスチョンマークがついていて、で、その意味で私、ちょっと先ほどややネガティブな評価だっていうのは、そういうところにちょっとあります。で、ちょっとそれが、コメントで、経済安保についてですけれども、やはりこの経済安保をこの安全保障戦略の中に含めたというのは大きいと思います。これまでやはりどうしても防衛大綱、それから2013年の国家安全保障戦略を見てもですね、どうしてもやっぱり防衛に傾きがちのものであったところがあるんですが、いわゆるダイム、ディプロマシー、インフォメーション、インテリジェンス、それからミリタリー、それからエコノミーという、この4つに加えて、いわゆる日本語で言うと、だから外交力、それから情報力、それと軍事力と経済力と、それに加えて今回は、技術力っていうのも含まれていてですね、非常になんというかバランスの取れた、しかも、なんていうオーソドックスなというべきなんでしょう。オーソドックスな、安全保障戦略になったなという印象を受けています。逆に言うと、今までがあまりオーソドックスではなかったと言ってもいいかもしれません。で、そんな中で特にやはり経済的威圧ですとか、そういったことが、安全保障上の脅威になっているという認識を示しているという点は、これ非常に大きな問題で、大きなポイントで、この経済的な手段が安全保障上の手段として使われている。要するに、これまでは貿易だとか、この経済的な相互依存というのは、むしろ安全保障とは違う領域で行われている。政治と安全保障とこの経済っていうのは別物扱いだったわけですけれども、それが統合的に見られるようになったというところは、これ大きいポイントでありますし、また今年の5月にですね、成立した経済安全保障推進法の中に組み込まれました、この自律性ですとか不可欠性というのも、このコンセプトとして入っているというところも評価できると思います。それに付随する形で、防衛装備のこの生産能力ですとか、あとはWTO、それからサプライチェーンの問題にまで触れているということで、国家安全保障戦略としては、非常にですね、こちらのポーションが大きくなってきているというところは、今回の特徴でもあると思いますし、そこを含めていくことによってですね、より統合的に、単に自分たちの国を守る、やはり
国家安全保障戦略のやはり皆さんがおっしゃっているような論理性っていうのは、国家のその国益ですとか、国家が守るべきものっていうのがきちんと定義された上で、それを守るのは軍事的な手段だけではないんだということをはっきりやはり示した上で、それをブレイクダウンして、この経済力、それから経済安全保障の分野にまでこの言及をしているというところは、これはやはり画期的だというふうに思っていますし、また、この分野ですね、これからまだまだ発展していかなければならない。このこの国家戦略文書の中でも、今後のですね、問題として技術漏洩の問題ということで、セキュリティクリアランスの課題などが含まれていて、これもまた経済安全保障の分野の中で、論点になってくることだと思いますので、これから10年ですね、こうしたものをどういう形で展開していくのか、安全保障政策として見ていく価値はあるかなというふうに思っています。はい、鈴木さんありがとうございました。先週の金曜日からまだあまり日数が経っていない公表から短い時間の中で皆さん、大変鋭く重要なご指摘をたくさんいただきましてありがとうございました。これで本日の、IOG 地経学インサイトを終えたいと思います。この YouTube チャンネルには定期的でこのような配信を行っておりますので、高評価、そしてチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いします。今日は皆様、貴重なご議論ありがとうございました。また、視聴した皆さんにも感謝申し上げます。それでは、これでインサイトを終えたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。